貴重な標本なの全部レプリカなんですが、これなんかはですね、非常に面白くって、中国の遼寧省で発掘されたものなんですけども、見てお分かりのように、頭があって、あそこに目がありますね。で、首、胴、尻尾があって、前足、後ろ足あるんですけども、黒いとこが頭の上から、胴とか尻尾の方にありますよね。あれが原始的な羽毛なんです。それでですね、この間いろいろな段階があるんですけども、これはドイツので見つかった始祖鳥のレプリカなんですけども、これは羽がありますよね。だから原始的な羽毛はあれなんですけども、それがこう次第に羽毛自身も進化していって、でこういう鳥型の羽ができてます。ただ見ていただいて分かりますように、これ始祖鳥というよりは鳥類の原始的なものという位置づけになってるんですけども、原生の鳥類であんなに尻尾の長いのはいませんわね。それから前足に爪がありますよ。あれも今の鳥はないですね。で、実は頭はこれ見えないんですけど歯があってですね、肉食恐竜の歯があるんですよ。で、そういった歯のある鳥って今いませんよね。ですから羽がないところで爬虫類にそっくりなんですね。ですからそういう意味でもこの鳥の祖先は小型肉食恐竜というふうなことが20年ぐらい前から分かってきまして、今ではもうほぼ定着したんです。でこれがさっきの一番向こうに最初にご説明した段階で、段ですが、綿羽ぐらいですかね、の段階なんです。で、大体これぐらいの大きさなんですよ。でそれがですね、しばらくこういう化石が出てるんですけども、前足が伸びてきて、で鳥型の羽が尻尾とか、前足につくようになるんですね。だからこれもそうで、これが始祖鳥になりまして、これぐらいからなんていうかグライダーのように滑空ができるようになってきて、でこの後に鳥の化石たくさん出てきてるんです。それでこれ現在飛びですけども、空をこう羽ばたくようになって、実はこれ16年前に開館しましたですよ。でその3年ぐらい前から準備しててですね、その頃は大体これでおおむね良かったんですけど、今はその後どんどん研究が進んで、この間がいっぱい出てきたんですよ。でさっきの福井から出てきたものも、この間のどっかの段階のなんですね。でちょっと腕に毛がありました、つけてね、まだ研究が進んでないんですけど、実はそれまでは植物に被植物はなかったんですよ。要するに花を咲かせる植物は地球上にいなかったのが、ちょうどあの頃出てきたんです。花が咲きますと、昆虫がたくさん今度は数が増えてきて多様化していきますね。だから花と昆虫の共生化っていうのがあるんですけども、それに小型の肉食恐竜が参加して、おそらく昆虫なんかをですね、その小型肉食恐竜が食べるようになって、で一部の恐竜がその空を飛ぶようになっていったというふうに考えられている。そこら辺が今の研究の面白いで、おそらく中国とかですね、主に中国の似たような種類にはですね、羽毛がついてるんですよ。で、こういう復元をしたんですよ。で最近はですね、15年ほどの研究で、今の現在の鳥はですね、の祖先はこういった小型の肉食恐竜だったというのが分かってきてまして、でそういう意味ではですね、最初のご質問なんですけども、恐竜は絶滅してなくてですね、今も生きてるんですよ。さっき僕6600万年前までって言ったんですけど、大半の恐竜はそこで一応絶滅してます。鳥になってるっていうこと。鳥になってきてる。あそこ6500万年前って書いてありますけど、今はあれが6600万年前に変わったんですけども、全部ここで止まってますけど、一番上だけほら鳥類って書いてあるのがこう伸びてますね。ですから大半の恐竜は確かにここでいなくなってるんですけども、鳥になって現在も恐竜は生きているということで、恐竜は生きているということになるわけですね。